惚れするぜ。どうだ俺の G エグゼス。ちょっとガンダムに似てるような気がする。そっくりそっくり。細かいこと気にするなって。ガンダムタイタスも強かったけど G エグゼスも負けてなかったね。宇宙広しといえどこれほどのモビルスーツの作り手はソウルマイテ。あっぱれな技術の持ち主じゃ。誰なんですか、この G エグゼスを作ったのは。誰だ誰だ。ちょっとそんなにマジになるなって。おっとデートのお誘いか。モテる男は忙しいぜ。はい、こちらウルフエニアクレ。なんだまっとうなおやつさんか。ああわかった、すぐ行く。スペースコロニーへの移民が始まって数百年が過ぎた宇宙時代、地球圏の覇権をめぐる戦争は終わり、平和な時代が到来するかに思われた。しかしその平和は儚くも崩れ去った。突如出現した正体不明の敵によって一つのコロニーが崩壊したのだ。これが100年の長きにわたる新たなる戦いの幕開けとなる。操縦できないんですか。ほらあれがまっとうな工房だ。 G エグゼスを作った凄腕のおやつさんがいる。大きい。着いたぜ。生きてる。当たり前だろ。元レーサーの腕前なめんなよ。でも軍用モビルスーツは連邦の許可を受けた施設以外でカスタマイズするのは違法ですよね。ああだがな、それでも俺みたいなやつからの注文が後を絶たないのはここのおやすさんの腕がいいからだ。職人仇の頑固者だからな。お前らついてきたことを後悔しても知らないぜ。工房をぶっ壊す気か。固いこと言うなって。用があるみたいだから精一杯飛ばしてきたんだろ。そうだよ。気にしないで入ってよウルフ。おいララパーリー、お前がそうやってウルフを甘やかすからあいつが図に乗ってたな。おだまり。工房をぶっ壊してんのはあんただろ。この間だって開発中のプラズマ砲を暴発させて壁に大穴開けたのを私が知らないとでも思ってるのかい。おやすさんも奥さんに会っちゃ肩なしだな。肩なし肩なし肩なし。それより見せたいものがある。工場ブロックに来てくれ。了解。ここが組み立て工場。軍の工場でもないのに
こんなにすごい設備を持ってるなんて。おじいちゃんにも見せてあげたいな。きっとびっくりするよ。すごい。連邦軍のもあるし、見たことないタイプのもある。それだけじゃないよ。すごくカスタマイズされてるみたいだ。待ってよ DK。 フリット。おー、これだけあれば僕にぴったりのモビルスーツも見つけられるかもしれないね。こらおもちゃじゃないぞ。勝手に触っちゃいかん。たく随分と騒がしいガキどもを引き連れてきたもんだな。こいつらがどうしてもおやっさんに会いたいって聞かなくってさ。たくいいじゃないの、見せてあげれば。どうせここにあるのはみんなあんたの趣味で作った試作品ばかりなんだし。試作品？そう、ウルフのモビルスーツを作るの。この人ったらやたら張り切っちゃって、ガンダムってやつには絶対に負けない、もっと強くてイケてるのをどうしても作りたいって。やっぱり G エグゼスはガンダムを真似て作ってたんだね。いやー、だけど本当に G エグゼスは最高の出来だったよ、おやっさん。だろう。ここを見てくれ。高出力のビームサーベルで近接戦闘能力を向上させてる上に、装着型の盾は補助装甲として防御力強化になるからな。おかげでガンダムにも全然負ける気がしねえ。でも可動軸の高速性はガンダムの方が上だし、関節柔軟性による振動制御でもガンダムの機構の方が効率的なはずです。ほう。お前は名前は？僕はフリット・アースのガンダムのパイロットです。アスノだと？あのアスノ家の人間なのか？はい。そういうことなら聞きたいことがあるんだ。この協調制御系システムだが、男ってのはなんでこうバカばっかりなんだろう。中でもうちの人は特大級のモビルスーツばっかと来てる。まったくも。でも私のおじいちゃん、祖父がガンダムのエンジニアをやってて G エグゼスを作った人、あっぱれな作り手だって言ってました。エンジニア同士わかるみたいですね。ありがとう。あんたはいい子ね。もちろん私もそんなあの人の何かに打ち込むひたむきさに惚れ込んだんだけどね。ね、あんた。相変わらず仲のいい子って。そういやおやっさん、さっきの話、気になることってなんだ？おお、すっかり忘れてた。これを見てくれ。これって嘘だろ。これはユイのモビルスーツです。なぜこれがおやっさんのところにあるんだ？やはりそうか。どういうことなんですか、マトーナさん。ことと次第によっちゃおやっさんといえども。理由があるなら教えてください。まあ落ち着いてくれ、二人とも。実はな、このモビルスーツはある男の依頼で持ち込まれたもんなんだ。俺の仕事はこいつの性能をアップさせること。ある男？誰なんですか、その男って。その男とは大丈夫かエミリー、ディケ。みんなこっち。なんで急に動き出したの？わからねえ。分かったのだ。このままじゃやられちまうってことだ。マトーナさん、使えるモビルスーツを貸してください。格納庫にあるシャルドールを使え。はい。エミリー、
外に逃げる気か。フリット、逃がすか。被害状況は？現在確認中です。人命救助を最優先にしろ。フリットは？外で交戦中だ。今映像を出す。ウルフさんは？なんて切れ味してやがる。どこだ。大丈夫かフリット。やっぱりこれ以上は無理だ。よし、俺があいつを引きつける。お前はガンダムを呼べ。はい。バルガス、聞こえる？おう、聞こえちゃるぞ。ガンダムを出して。何かあったのか。 UE のモビルスーツと戦闘になってる。よし、艦長が承認した。行くぞフリット。来た。フリット、生身で宇宙空間にいられるのは15秒が限界だ。出る前に肺から空気を抜くのを忘れるな。了解。そんなの無理よ。聞かせるか。お前の相手は俺だ。太陽を背にして相対速度合わせ。よし。大丈夫か。なんとか。よし、いいぞ。さすが。消えた。横だ。やってくれるじゃねえか。何こんな。相手のスピードについていけない。フリット、ガンダム。重量級のあの新しいガンダムはスピードの速い相手には不向きなようだな。後ろを取られるな。だけどこのままじゃあいつは倒せない。あのスピードについていくにはどうする？エイジシステムが。ああ、新しくなっても相変わらずなのか。つまんないの。もういいよ。退却した。どういうことだ。あいつの方が優勢だったのに。心配かい？やめさせたいんです、こんな戦いなんか。でもフリットは戦うってみんなのためにって分かってるけど。やめさせるって、それは戦いから逃げるってことかい？それがあいつのためになんのかね。立派じゃないか。あいつは何からも逃げようとしていない。あんたが本当にあいつのことを思ってんのなら、命がけで戦っているあいつにあんたも命がけでついていきなよ。命がけでついていく。好きなんだろ？好きなんだろフリットのことが。
好きだったらさ、一緒に命を懸けてあげなよ。遠隔操作かオートパイロットか、またはパイロットが潜伏していたとも考えられる。あの機体は謎だらけだ。ま、確実なのはあれが UE のもんだってことだ。ああ、ところで武器商人のヤーク・ドレって聞いたことあるか？いや、ヤーク・ドレ、それが黒いモビルスーツを持ち込んだ男の名前だ。報酬も桁外れでね。最初見た時は興奮してしまったが、あまりにも他のモビルスーツと設計思想が違いすぎることが気になってな。どこで開発されたものか調べてるうちに連邦の機密情報に行き着いた。そしたらどうだ、あの機体と連邦との戦闘記録が出てきやがった。あいつが敵だという動かぬ証拠だってことだ。それで俺に連絡を。いつの間にか UE の片棒を担がされていたってわけだ。面目ない。責めないでおくれよ。この人も何も知らなかったんだ。事情は分かりました。でも武器商人と UE がつながってるなんてどういうことなんですか？正直そこまでは分からない。ただヤークドレが UE に雇われた男だとしたら、そいつを探し出せば UE の正体が分かるかもな。ウルフさん。ああ、ディーバに戻ろう。ヤーク・ドレ、またその名前か。ファーデーンにモビルスーツの設計図を流していたのもその男と聞いている。みんな聞いてくれ。ファーデーン出発まであと3日。そこで次の目的地だが、コロニートルディアです。いや、目的地を変更する。目的地はコロニーミンスリー。そりゃ一体どういう意味だ？艦長、説明してください。我々人類は UE の残虐な仕打ちに今まで耐えてきた。だがもはやこれ以上の暴挙を許すことはできない。私は今までのデータの分析を重ね、 UE は廃棄された宇宙要塞アンバットに潜んでいることをようやく突き止めた。この好機を逃してはならない。どうするつもりだ？まさか我が艦はエウバ艦2隻、ザラム艦2隻とともに艦隊を組み、 UE 拠点に対して攻撃を行う。いくらなんでも無茶です。しかも連邦軍ではない施設軍隊と組むなど、その司令部が許可するはずがありません。連邦軍などどうでもいい。私は艦長ではない。それには理由があるんです。理由？どんな理由だ？アダムス、知っていることがあるなら教えて、エミリー。はい、私前の艦長の話を聞いてしまったんです。まったく馬鹿げた作戦だ。コロニーからコアを引き抜くか、それをディーバで制御しろなどと。無論従わんよ。ディーバは危険なノーラから直ちに撤退する。じゃあもし前の艦長のままだったらノーラの人たちは今頃。ええ、私その時はどうしていいかわからなくて。でも今ならわかるんです。グルーデックさんのしたことは正しかった。もしあの艦長のままだったらノーラのみんなは見捨てられて全員死んでいた。だからあのディアン・フォン・ロイドならいかにもやりかねねえ。それにグルーデック艦長の判断がなければディーバもここまで戦えなかった。ウルフさん、ミレイさん。しかしあなたのやったことは重大な軍法違反です。軍人として許されることではありません。私はすでに反逆者として連邦軍から追われてる身だ。だが全ては UE を倒すため。艦長はグルーデックさんは UE の攻撃で家族を殺されたんです。フリットの言う通りだ。私は UE を憎んでいる。天使の落日、あれが全ての始まりだった。
私は妻と娘を UE に殺された。娘のサラはまだ7歳だった。あの日私は UE への復讐を誓ったのだ。艦長、いや中佐は我々をその復讐に付き合わせる気ですか？無論そこまでみんなに無理強いをするつもりはない。私と共に行動をすれば連邦軍から反逆者の仲間として追われる身になるだろう。降りたい者がいれば今すぐディーバを降りてくれて構わない。私は一人でも UE を叩く。僕は一緒に戦います。フリット、この戦いは厳しいものになる。生き残れる保証はないぞ。僕も父さんと母さんを殺されたんだ。このままじゃ僕やグルーデックさんのように UE に家族や友達を奪われる人が増え続けるだけです。先に言われちまったぜ。ウルフさん、俺も行く。 UE に喧嘩を売るような大バカ野郎は連邦軍ヒロシといえども他にいないだろうからな。私もお供します。オペレーターがいなくてはディーバは動きませんから。さすがみーちゃん。もちろん俺だって UE のやつら叩きのめしてやる。俺もな。はい、僕らディーバの一員ですから。索敵システムに反応。 UE らしき多数の移動体を捕捉。おっと、あちらさんから先に仕掛けてきたぜ。どうやら UE のやつら俺たちを本気で潰す気らしいな。覚悟はいいかフリット？もちろんです。総員第一戦闘配備。了解。頑張れよフリット。一緒に命をかける。これはこぼれ落ちた涙が今日も星になり、静かに見守ってる次の時代へ受け継がれてく空をそっと抱きしめた。終わらない痛みの奥で動き出す儚い希望。行くべき道を示し導いている。君の中の英雄が未来の君を目覚めさせる。こうして生まれてはまた帰る。舌をして繰り返し変わってゆくよ。恐れないで光失っても思いつなげる。その笑顔に会える日まで。襲い来る敵の大軍を前に戦士たちは過去を捨て一つになれるのか。次回「機動戦士ガンダムエイジ激戦の日」3つの運命が歴史になる。